こんにちは。ゴルフをしようのあなちゃんです。今日のテーマは絶対に意識したい打ち出し方向とアライメントです。先週は調子が良かったのに今週は調子が悪い。スライスが多く捕まったドローボールが打てない。飛距離が安定しない。この3つの問題に直面することは誰にでもあることですよね。この3つの問題の大きな原因の一つである打ち出し方向を意識したアライメントがなぜ大切で、トッププロですらアライメントスティックを使用して自分の体の向き、アライメントと打ち出し方向を大切にして練習しているかを再確認してください。アドレスの仕方はオープンスタンス、クローズスタンス、スクエアと少なくとも3つの基本の型がありますが、今回はスクエアなスタンスを基準にお話を進めさせていただきます。スクエアスタンスはつま先、膝、腰、胸がまっすぐ構えている状態です。そして出球の方向は体からクラブの長さの分、体から離れて一般的によく言われる線路のレールのように、体のアライメントと打ち出し方向は永遠に平行線上にあると例えられます。今回はこのターゲットに対してのアドレスの仕方ではなく、この体の向きと打ち出し方向の意識をしていないと、練習してもスライスや強いフック、ダグフックと言われるボールですね、などが収まらず、クラブの番手なりの飛距離が出せず、その日のコンディションに大きく左右されてしまう理由をご確認ください。一般的に多くの方が陥りやすい自分の体の向きの方向に無意識にボールの打ち出し方向をインプットしてしまう場合です。クラブがアウトサイドインと言われる軌道から入射してボールを捉えるため、大きくボールがスライスしてしまいます。またクラブフェースがかぶってボールをインパクト、ボールを打った時ですね、その時には強いフックボールとなり、左に引っ掛けたダグフックと言われる球筋になります。この無意識で左に打ち出してしまっているゴルフスイングの動きとして良くない動きの代表は、右肩が突っ込む、右腕や右肘に力が入ってしまうなどのゴルフスイングでは誰もが直したいと思っている原因を作ってしまっている理由の一つだからです。この無意識で左に打ち出してしまうスライスは飛距離にも大きく影響しているので、ボールの打ち出し方向を意識して練習することがシンプルなことですが根本的に大切です。ここまでお話をした左の目線方向に打ち出してしまう無意識のその逆に右に打ち出す意識はどうかというと、私はショートアイアンからミドルアイアンのクラブまではやや右側に打ち出す意識をお勧めします。理由は右に打ち出すために無意識でイントゥインやインサイドアウトのスイング軌道で触れるようになることと、ダウンスイングの体の使い方や腕の通り道は若干右に打ち出すイメージがないと、やはりインサイドから触れず、ある程度のスイングのレベルの方ならば打ち出し方向が合っていてイントゥイン、インサイドアウトのスイングの軌道ができていれば6番アイアンぐらいまではややドロー気味の球筋になるはずであり、距離もヘッドスピードなりに十分出るはずだからです。右に打ち出す意識で注意したいことは、気がつかないうちにアドレスでのボールの位置が右足側になってしまうことです。この打ち出し方向をやや右側に意識してボールの位置が右側にありすぎると、クラブフェースが回転しきれずにインパクトしてプッシュもしくはプッシュスライスになってしまうので、この点は注意してください。この打ち出し方向を左右にずれて意識してしまっていると、練習すればするほど逆効果になってしまう理由は、打ち出し方向の違いはトップの位置とフィニッシュの位置が変わってしまうため、インパクト時のクラブフェースの向きも多くのプレイヤーが閉じていたり開いていたりしてしまい、少し難しい話ですがクラブヘッドの重心位置もずれてしまうため、クラブを持つ感覚や感じ方自体がバラバラな感覚になってしまうこともあります。今回確認していただきたいのは、トップからインパクト、フィニッシュの位置がずれてしまうポイントです。無意識で左に打ち出すイメージがあると、多くのプレイヤーはトップでの捻転、
肩の回転が浅くなり、フィニッシュの方向もずれてしまうために、上半身の開くタイミングも速くなり、スライスやまたその逆のダグフックなどの強いフックボールが多くなり、飛距離も出づらくなります。この打ち出し方向とアライメントのズレは練習場で連続で打っていると陥りやすいポイントなので、せっかくの練習が自分のスイングやショットを惑わせる原因にならないように、古くから多くのプレイヤーの基本とされている今回の打ち出し方向を意識したアライメントを再確認してください。今回は絶対に意識したい打ち出し方向とアライメントでした。皆さん楽しみながらいい練習をしてください。